こんにちは、チャイコと申します。動画を開いてくださりありがとうございます。3本立てでお送りしているジャストダンス講座。今回は中級編として採点の仕組みを理解してスコアを獲得する上で目標の一つとなるメガスターを目指そうということをお送りします。ジャストダンスを始めた多くの方が画面に映るコーチと同じ動きをしているはずなのになぜかパーフェクトにならない。なかなかスコアが上がらない。なんでという壁にぶち当たると思います。音楽に合わせて体を動かすだけでも十分楽しいですが、せっかくなら高いスコアを取れるようになって、もっとゲームとしてのジャストダンスを楽しみたいという方に向けて、ジャストダンスではどのように採点がされているのかというお話をしていきます。なお、この講座ではジャストダンスの中でもシリーズが刷新された2023、2024エディションの解説をさせていただきます。また、私は普段 Nintendo Switch のジョイコンを使用してプレイしていますので、ジョイコンを基準とした説明となることをあらかじめご了承ください。ただ、スマートフォンをコントローラーとして使用した場合でも基本的な仕組みは同じになりますので参考にしていただければと思います。まず採点の仕組みを説明する前に2点お話しします。1点目は、ジャストダンスを始めて間もない頃は数あるマップのどの曲から挑戦したらよいのか迷うことがあるかもしれません。迷った場合の選曲方法としては、1番は自分が好きなアーティスト、ジャンルの曲から選ぶことをお勧めします。その方が曲のノリというものが分かっていて自然と体が動くので、多少振り付けが難しかったとしても挑戦しやすいでしょう。第2に、比較的スコアが取りやすい曲を選ぶということです。振り付けの難易度がイージーに設定されているマップでも、ハイスコアが取りにくい場合もあります。また、振り付けがハードに設定されているマップでもハイスコアが出やすいという場合もあります。スコアの観点からの難易度を知るには、ワールドランキングを参考にしてみてください。ランキング上位のプレイヤーさんたちがどのくらいのスコアを取っているのか、他と比較して、高めならそのマップはスコアを取りやすい曲と言えます。逆に、低めならそのマップは難しいと言えます。しかし、人によって得意不得意はありますので、参考程度に見てみてください。2点目はジョイコンの持ち方です。この絵にあるように、ストラップを取り付けましょう。またこの絵ではジョイコンの側面を握るようにしていますが、やりにくいと思った場合は、側面を持った上でトップ、R ボタンの付近を指で軽く押さえるようにすると、ジョイコンがずれにくく安定するでしょう。これはあくまで私の場合ですが、手のひらにジョイコンを乗せ、側面を軽く押さえ、中指と人差し指で上部を支えるようにしています。手のひらでジョイコンを包み込むような感じです。そうすると少ない力で持つことができ、またまっすぐ手を上に上げた時に、ジョイコンもまっすぐ上を向くなど、手の動きを正確に伝えることができるからです。いろいろ試して、ご自身のやりやすい持ち方でやってみてください。では、採点の仕組みの説明に入ります。まず、一つのマップに対するスコアについておさらいしましょう。0から始まり、2000点獲得するごとに星が1個増えていきます。1万点で星が5個、1万1000点でスーパースター、1万2000点でメガスターとなり、このメガスターが最高の星となります。このスコアはどうやって積み上がっていくのかというと、判定の基準となる一つ一つの動き、ムーブが5段階で評価されます。この評価によって加算される点数が決まります。なお、パーフェクトが1つ取れた場合に何点加算されるのかは、マップによって違います。ジャストダンスのスコアは1曲に対して最大13,333点というのは変わりません。なので、例えば初級編のワークアウトモードでお見せしたこの2つ。こちらは判定の対象となるムーブの数が167個ですが、こちらは289個もあります。このようにマップによって数は様々ですので、一つのムーブに配分される点数は異なってきます。どちらにせよスーパー、グッドと判定が下がるほどに点数は少なくなりますので、メガスターを獲得するためには、より多くパーフェクトを取れるようにしましょう。また、この通常のムーブに加えて、ゴールドムーブというものがあります。この、イエーと派手に表示される箇所です。ここを成功すると一気にスコアが加算されます。どのくらい加算されるかというと、イメージはこんな感じです。ドン。ただし、このムーブの判定は A か×かの2種類だけです。成功すればドンとスコアが上がりますが、失敗すれば×、非常にも1点も加算されません。なので、ここで×を出してしまうと大打撃になりますので、このゴールドムーブはなるべく落とさないようにしましょう。では、実際にどうやって採点がされているのかですが、ジョイコンには動きを検知するセンサーが内蔵されており、右手に持ったジョイコンがどのように動かされたかによって評価されます。これはスマートフォンをコントローラーとして使用した場合も同じです。具体的には、
漫画でわかりやすく説明してくださっている方がいますので、そちらを参考にさせていただきます。一番イメージしやすいのが動き方かと思います。ジョイコンがどのタイミングで、どの方向に、どう動いたかです。腕を上げる、腕を下げる、横に動かす、腕を回すなどの動作ですが、一言に腕を横に動かすと言っても、直線的に動かすのか、それとも弧を描くように丸く動かすのか、移動する過程も判定の基準となります。また、いつ動き始めるのか、いつ動きを止めるのかのタイミングも重要です。次は動かす速さです。速くスピードをつけて動かすのか、ふんわりとゆっくり動かすのか、腕を回すという動作でも、勢いよく回す場合、ゆっくり回す場合、また、手を上げる動作でも、この2つではニュアンスが違うのがわかりますでしょうか？上の方は一定のスピードで動かしているのに対し、下の方はセイルという歌で、船が波に揺れる感じを表現しています。コーチがどのように速さに緩急をつけているのかも、しっかり観察しましょう。次は力加減、コントローラーにどう力を伝えるかです。手を叩く動作でもバシッと強く叩くのか、軽く叩くのか。また、手の力を抜いて動きを表現する場合などもあります。なお、2023エディションの新シリーズになって以降、特にこの部分が判定で重要視されるようになったと私は感じます。これは私がジャストダンスがよくできたゲームだと思う理由の一つなのですが、通常のダンスでも力が入って動きがガチガチになっている人より、適度に力が抜けている人の方が、動きが洗練されているように見えますよね。そういった部分も、このゲームでは判定されています。この力加減についての詳細は次の上級編で詳しくお話ししたいと思います。次は、手の向きです。コーチが手のひらを上にして動かしている箇所で手のひらを下にしていたとしても、パーフェクトが取れるケースは多々あります。ですが、箇所によってはこの手の向き、イコール、ジョイコンの向きがしっかりと評価の一つになることがありますので、コーチの手をよく観察しましょう。また、このように一つの動きの中で向きを変えている場合もありますので、こういった部分も見落とさないようにしましょう。あとは、手自体は動かさないのですが、体の動きをコントローラーに伝える場合もあります。小刻みにジャンプすることによる振動。体をひねったり、横に移動することによって手の位置も移動しますので、そこが判定のポイントになることがあります。なお、画面の右下に次にどういった動きをするのかガイドが表示されますが、これが動きのすべてではありません。ここには書かれていないけど、必要な動きというのも多数ありますので、コーチの動きを完全コピーする気持ちでよく観察してください。はい。ここまで採点の基本についてお話ししました。ここまでのまとめとしてお伝えしたいのが、動きを一箇所一箇所の点で捉えるのではなく、線で捉えようということです。音楽系のゲームといってまず思いつくのは、リズムに合わせるということかと思いますが、それに加えてジャストダンスでは、動きを線として捉え、どのようなラインで、どういった速さ、どういった抑揚をつけて動くのか、ということを意識する必要があると私は思っています。では具体例として、初級編でご覧いただいたアフターパーティーのマップを見ていきましょう。詳細に見るために、まずはスローモーションにしています。動きを矢印で記していますので、線の動きも意識してみてください。手を胸の前から開くようにして、ピクトグラムのタイミングで胸の前に戻ってきます。リズムに合わせて、トン、トン。腕を伸ばすようにして叩きます。U の字に滑るようにスライドさせて、下にスライド。下げてから上に引き上げる。くるくる回して、トン。手首を使ってリズムに合わせて手を前後に開きます。歌に合わせるように、指先をまっすぐに刺すイメージで動かします。
力を入れずに手を横に投げて、手首の力を抜いて手を上下させます。しっかり大きく胸の前から手を開いて、脇から手を持ってきてトントンと叩いたら、そのままの流れで大きく腕を回します。指先を自分の方に向けてくるっと返します。10から1回転半させます。しっかりと指先の向きを回してから斜め上に伸ばします。手をしっかりと丸く回します。胸の前のこのカーブも意識します。大きく虹を描くイメージです。はい、こんな感じです。ではもう一度、今度は通常の速度で見てみましょう。いかがでしたか？なるべく動きを大きく、曲のリズムを感じながら踊ってみてください。あと、他にお伝えしたいのが、先ほど、動きを線で捉えようとお話ししましたが、これは一つ一つの動きを線で感じるというだけではなく、複数の動きを一つの線、いわゆる一つの流れとして捉えよう、という意味も含んでいます。例として、こちらの2つのマップを見てください。イメージとしては、歌を歌うときには一つ一つの単語を区切ったりせず、少なくとも息継ぎをするまでの間はメロディーを途切らせないで歌うと思います。それと同じで、この2つのように、まさに歌うような振り付けがされている曲もありますので、メロディーの流れというのも意識してみてください。あと、踊る上で意識していただきたいのが、ビートです。単純に言うと、その曲がどういうノリで演奏されているかということです。例えば、アフターパーティーだと、パーカッションだと、トン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 と一定の調子でビートを刻んでいますが、このキャントテイムハーというマップでは、バックビート、つまり2拍目と4拍目が強調されており、振り付けもそれに合わせるような動きになっています。他にもジャンル、またその曲が作られた年代、またアーティストによっても曲調は全く変わってきます。音楽的なことは詳しくわからなくても、その曲がどういったノリなのか、曲を聴いた時に体が自然と動く感覚があると思います。そのリズム感を踊る際も忘れないようにしてください。はい、
以上のように、いろいろ試しながら、どうやったらパーフェクトになるのか、というポイントを探していただければと思います。はい。なんでしょう。基本的なことは分かった。ちゃんとコーチの動きの真似をしている。それでもパーフェクトにならない箇所があるんだけど、なんで？はい。良い質問ですね。ここまでは右下のガイドや、コーチの動きなどから、目で見てわかる範囲での説明をしました。あとは、自分ではリズムに合わせているつもりが実はずれているとか、動かす距離、スピードが足りていないとか、小さな手の動きだとかの、細かい表現の問題になってきます。よりハイスコアを取るためにはこれらの理由を探って、どうやって修正していくのかということが必要になります。ですので、次回の上級編ではメガスターの次の目標となる13,000点を目指してどう動きを調整したらいいのかということをお話しいたします。では最後に、ジャストダンスの公式では2023エディション以降の新システムでは、プレイヤーがダンスの動きをどれだけ正確に再現できるかがスコアに反映される、と言っています。また、アドバイスとしてこんなことも言っています。目的を持って動きましょう。自分の動きに自信を持ちましょう。目的を持って動きましょう。自分の動きに自信を持ちましょう。はい、ここ、大事なことなので、2回言いました。一見正しい動きをしているように思っても、動きがはっきりしていない、大きさが足りないなど中途半端なことをしていると、このゲームは容赦なく判定を下げてきます。ここまでいろいろ言葉で説明してきましたが、まずは、コーチの動きをよく見て、音楽を体全体で感じながら、体を大きく動かし、思いっきり本物のダンサーになったつもりでプレイしてみてください。では、中級編は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回、上級編でお待ちしています。